こんにちは、グリプトです。本日は WebX2025 大阪の当日ということで、昨日から大阪入りしてます。で、大阪ね、関西方面、何年ぶりに来たかわからないんですけど、結構ね、住みやすいところありますね。大阪駅近くですけど、スーパーのようなコンビニがあったり、まだね、その100円の自販機とかあったりね、だからそんなに人もいないし、全然住めるなと思いました。これが終わったら WebX 大阪の方に向かおうと思います。で、それでは本日もポジネガファンダチャートなどまとめてみていきたいと思います。ビットコインは現在11万2400ドルあたり推移しています。発表された指標の方では、米各指標ありましたけど、米 PMI と米中古住宅販売件数が予想以上でドル高要因となっています。で、また米国と EU の関税に関する共同声明はですね、15% の基準関税を設けるということから、当初の自動車に対する 27.5% から引き下がってるんで、こちらはリスクオン要因になってるのかなと思います。ただ、ドル円は 148.3 円台まで上昇してるんですけど、米株指数、ゴールドともに調整となってまして、で、ビットコインも11万2000ドルまで下落した展開になってますね。あと、個別株の方では、トレジャリー関連のファンドが出てまして、食品企業の DDC、エンタープライズが 100BTC 買い増し、ソーフィールは 688BTC となってます。で、こちらは1万 BTC 取得を目指す計画も注目されています。株価はプラス 28.8% と強く伸びています。あとは香港のミンスイングループが 4250BTC の購入契約を締結。こちらの資金は転換社債と新株予約権で調達すると見られています。で、こちらもプラス 13.9% と強くなってますね。あとはトンのトレジャリー、バーブテクノロジーが 7.1 億ドル相当のトンの保有を報告しています。こちらは8月初旬に死亡で調達した分の資金で購入したとされています。こちらはプラス 0.43% と、トンの購入を発表してからですね、価格を維持している状態ですね。あと日本のトレジャリーに関しては、メタプラネットが800円台維持、で、ホタマルショが740円と続伸してます。で、S サイエンスが調整した展開となりましたね。で、昨日ですね、そのメタプラネットとホタマルショの単価が迫ってきてるんで、もうそろそろフェーズが変わるんじゃないかという話しましたけど、結局ね、まだホタマルショが伸びてます。時価総額の差は、ホタマルショがメタプラネットの10分の1くらいで推移してますけど、こちらもどこまで伸びるのか注目ですね。昨日の ETF はまだ更新されてないですけど、連日ですね、この数億ドル規模で流出傾向となっています。香港はゼロとなってますね。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 0.57%、815億ドル相当。オーダーブックの状況としては、上の11万5100あたりが目立つ状況となっています。今後の指標としては、本日がパウエル議長の発言、8月25日に米新築住宅販売件数、ドイツの iPhone 景況感指数、8月26日が米リッチモンド連議製造業指数、米コンファレンスボード消費者信頼感指数が控えています。ビットコインのチャート的には、直近下値更新してるんですけど、未だに8月3日の底のあたりですね。で、本日の、ジャクソンホールでのパウエル議長の発言が終えるとですね、今週の指標ラッシュが一息つくんで、その後の反発に期待しているのが、大方の予想なのかなと思います。で、OI も、昨日から増加してますね。で、パウエル議長の発言は本日の23時となってますんで、それらの時間帯にもどのように動くのか注目です。今年もアジア最大級のグローバルカンファレンス WebX の季節がやってまいりました。いつもこのチャンネルで取り上げている世界の著名人、また日本の豪華ゲスト、堀江貴文さん、テスタさんなど出演予定となっています。概要欄のリンクからディスカウントコードを入れてチケットをお求めいただくと割引価格からさらに 20% オフでチケットを購入できますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。そしてイーサーですね。イーサの価格は現在4240ドル。BTC 建ては 0.0377。先物の方では OI は全体でマイナス 2.28%、598億ドル相当。ETF は、こちらもまだ更新されてないですけど、今までのイーサが単独で強かった時と比べるとですね、こちらも流出傾向となってますね。香港はプラス 610.94 イーサと、こちらは若干流入が見られるようになりました。
イーサ関連の話題では、DBS 銀行がイーサチェーン上で暗号資産の価格に連動した債券、金融商品のトークン化を開始すると発表してたり、あとはトレジャリー企業によるイーサの買い増しが継続中で、トータルで410万イーサ保有が確認されていること。あとは JP モルガンがイーサの好調要因を4つ挙げてまして、まずトレジャリー企業によるイーサの買い増し、あとは ETF のステーキング承認への期待、ETF の現物償還による効率性の向上、あとは SEC が、流動性ステーキングトークンは証券ではないと示唆したことなどを挙げたりしてまして、全体的にイーサにポジティブな話題が多いですね。で、BTC 建ては昨日と比べるとですね、マイナス0.87% と、若干下落してますけど、まだ維持している状態です。で、ちょうどこの指標が一通り終える今週末あたりが転換点になってるんで、そこでどちらに振るのかが注目されそうではあります。ただ OI は減少傾向ですね。上抜けすれば、再度0.04、下抜けすれば0.036あたりが視野に入りますけど、こちらも今夜どういう動きをするのか注目ですね。あとその他の動向では、米通貨監督庁 OCC がアンカレッジデジタルへのマネロン対策命令を解除しています。2022年からの命令が解除されたということで、注目されてますね。で、こちらもトランプ政権での規制緩和、あと先月ですね、新たにジョナサン・グールド氏が OCC 長官に就任したんで、そちらの影響も大きいと見られています。あと、米司法省が悪意なくコードを書くことは犯罪ではないと声明を出したことも注目されています。で、以前までの、米国の動きではですね、トルネードキャッシュなどマネロンできるプロトコルを開発した人も罪になるという見方から、開発者が逮捕されて有罪判決を受けたりしてましたけども、今回のこの米司法省側の発言からですね、今後流れが変わるんじゃないかと見られていますね。あとはハードウェアウォレットユーザーから 783BTC が流出したのも話題になっています。犯人はハードウェアウォレットのサポート担当を装ってユーザーにコンタクトを取って、承認情報にアクセスして資金を抜いたとされてますね。先日もユーザーにハードウェアウォレットをアップデートするような手紙が届いて、その手順通り進めたら資金を抜かれたという事件がありましたけど、最近ね、そういうハードウェアウォレットのユーザーをターゲットにした事件が流行ってますね。こちらも気をつけないといけないですね。あと、アルト関連の話題では、ワールドリバティフィナンシャルのステーブル USD1 がコインベースの上場ロードマップに追加されてたり、あとは ARB が IPTOS チェーンに展開したのも話題になってます。ARB としては非 EVM に展開したのがこれが初ということで、注目されています。どちらかというと IPTOS 側がポジティブになるようなファンダなのかなと思いますね。あとはカニエ・ウエストが YZY トークンをリリースしたのも話題になっています。公式サイトで支払いに利用できるということで注目されてますけど、一方でですね、供給量の 94% 以上が内部関係者が保有してて、インサイダーなんじゃないかと、そういうところが続かれたりしてますね。時価総額は 100M まだ維持してますけども、今後進展があるのか注目です。アルトのチャート的には、全体的に昨日から続落傾向になってますけど、XRP は抵抗を超えられずに 2.8 ドル。ただ下値も更新してない状況ですね。こちらも反発後に、再度3ドル回帰できるのか注目です。あとソラナは、抵抗を突破してますけども、こちらも調整となっています。でこちらはね、底値維持してますけど、レンジを上抜けできるのか注目ですね。今日はこのとこですかね。数日前から、ジャクソンホールってね、警戒されてたんで、本日通過後にどういう動きをするのか注目ですね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。